まだに食べ歩きに行きます。本当おうどんが好きなんですね。うどん好きですね。毎日うどん食べますし。みりんと醤油だけで砂糖は使わないです。濃い口白醤油薄口です。濃い口はざる。薄口と白醤油はかけ。うまみなんかは断然濃い口の方が多いんですけど、見た目がね薄い方が綺麗になるんで、かけにはこっちを使ってます。実はね、塩分濃度っていうのは白醤油が一番高いんですよ。一番塩辛いんですよ。塩を濃くして色を抑えるんですよ。本来はもう少し薄いんですよ。夏場はどうしても色が多少濃くなって味も多少甘くなる。小麦も変わりますし、こういうものも変わりますし、もちろんこういう魚類も変わるので難しいですね、毎日同じ味っていう。だしを入れる前の返しっていうんだけど、これはちょっと寝かした方がいいんで、作って最初に作ったんだけど、これを一升瓶に入れて1週間ぐらい置いとく。それから使うと刺すような尖った味が消えるんで。これがざる用と味噌煮込み用で、サバ、ソーダガツオ、ムロアジ、昆布、カツオ、枯れ節っていうんですけど、カビ漬けしたカツオなんですよ。うちはかけ用、昆布とソーダガツオ、サバ、ムロアジ、ウルメイワシ、カツオ。メーカーが違うんですよね、こっちとこっちで。取りたい出汁が違うんで、味噌煮込みとかざる出汁っていうのは、味噌も濃い口も香りとか強烈なんで、それに負けないような強い出汁を取りたいんです。かけ出汁の方は薄口と白醤油使うとすごいシビアに苦味とかが出ちゃうんで、めちゃくちゃ味も濃くは出ないんですけど、苦味も出にくい素材を使ってます。これ両方ともお節なんですけど、本当腹と背があって、これ背の方なんですよ。油分は少ないんですけど、割とクリアなと出汁が取れるんで、お節指定で買ってます。こっちもお節ですけど、同じカツオのお節ですけど、割と出る感じとクリアな感じで分けてます。カツオだけは味というより香りを出したいんで、家で削ります。仕込みは基本的に一人で全部やります。もう自分のできる範囲で自分の納得するものを出したいんで、一人でやるようにしてます。で、3滴減らしてカウンターに書いたら、カウンターの方が回転するのでちょっと忙しくなっちゃって、中が回らなくなっちゃって、一人で見える方が増えて、気兼ねなくね、ああいう席だとゆっくり食べられるんで、これ女性のお客さんは増えたかな。しばらくこのまま置いておきます。香りは時間が経つと飛んじゃうんだね。ずっと削ってパッと出したい。同じカツオだけどだいぶ感じが違うよね。部位が違うんですか？
部位も全部一緒なんだけど、加工の仕方がねちょっと違う。カビ付けがこっちの方が多い。ちょっとこっちの方が高い。甘みも出るんだけど苦みも出るんで、さっと出したい。これを入れた時の香りがすごい。これ味噌煮込み用の出汁を作ってます。うどんを作ってる絹あかりっていう子です。透明度が今日は22、加水が今日は59%、粉に対しての塩水が59%でやります。本来小麦ってすごいいい香りがするんですよね。せっかくこういう小麦なんで、なんとかこの香りを生かしたい。どういううどんを作りたいかっていうことから逆算してこの混ぜ方が決まってくるんですよ。非常に大事な工程です。こんなまずはさらっとした感じで、今匂い嗅ぐとすごいわかる。小麦 100% にこだわってやってます。ずーっとこれ毎日つけてるんですよ。この加水だとか塩度とか、あの日どうやったかっていうのを全部つけるのと、あと今後の傾向っていうのを小麦メーカーさんに聞くんで、タンパクがどう推移していくとか、そういうのもつけてあります。毎日欠かさずもう十数年つけてます。最初に力をかけちゃうと麺が硬くなるんですよね。ですから徐々に、そんなに体重重い方じゃないんですけど、それでも全体重をかけないようにで。1.2キロに合わせてきます。
下絵っていうんだけど、昔ながらのとこだとこれも足で踏んで、やっぱり全部手でやると優しいうどんになるよね。あと1時間ぐらい寝かしてもう1回やって、そのまま明日の朝まで。こすのは昨日作った、ちょうど昨日のこれが今日の麺になる。昨日やったやつを座布団状にしてすぐ打てるように、このまま一気に麺にすると綺麗な形にならないですよね。それを食べても美味しくないですから、一回力を加えたら休ませるっていうのが基本です。一日寝かせるとこうやってすごい肌が綺麗にきめ細やかになる。この粉は小麦粉なんです。これは内子佐古ヤシでんぷんって言うんですけど、冬ヤシから取ったでんぷん。小麦でもできるんですけど、小麦よりくっつきにくいんですよね、こっちの方が。これで80人分ぐらいですかね。こっちは一人でやってるので、途中でってことはできないんで、もう営業始まっちゃうと、もうなくなっちゃったらおしまいです、これで。もうお昼で終わった時とかあります？あります。おとついは本当にもう昼で全部なくなっちゃったんで終わりましたけど、昨日はで夜までやりました。日によってわからないです。小麦粉も性質があるんですよね。普通の小麦、もち小麦、ややもち小麦、かなりもち小麦、4つに分かれるんですよ。でこれはややもち小麦っていう部類なんですよね。自分の作りたいうどんに合わせて粉を選定しないと。だからこれは私の作りたいうどんに非常に合ってた。こっちは鍋に入れてちょっと火を通すだけなんで粗いイメージで、だしなんかも早く入るように。こっちとこっちはもうまるっきり正反対の作り方です。親父が作った版画なんですけど、もうなくなっちゃったんですけど、美術の教師をしてたんですよ。何点かあるんで季節になると入れ替えて。外の昼明かりの看板はあれは僕が作りました。5時間が営業時間2倍ぐらい仕込みしてます。多い時で日曜日だと16時間とか7時間とか、平日でも14、15時間は働きます。やりたいことをやっていくとどうしても時間はかかるんですよね。一手間かければ一味美味しくなりますし、一手間惜しめば一味落ちてきますもんね。岐阜県の水波市っていうところで作ってる丼で、かき揚げの素を作ります。
こういう小さい個人店が勝負できるのは手間をかけることだけなんで。うどん定食、いなり定食の付け合わせです。切るのって基本はこうなんですよ。こう切ると切り口がきれいになる。切り口が光るんですよね。こうなるように目指してます。たかがネギかもしれないですけど、ネギ入れてまずかったらうどんが台無しですもんね。余分な苦味だとかいらない味を流すのと、汚れを取るのと、あと見た目をきれいにするのと。切った直後よりは透明感が出ますよね。何匹ぐらい40ちょいです。1.8 キロが冷凍で1塊になってるんで。キャブレターっていうのはちょうどいいか薄いか濃い、その原因を突き詰めるやり方っていうのも出汁でも一緒。改善してちょっと良くなったと、もしかしたらもっと良くなるかもしれない。で必ずダメになるとこまでやるの。ダメになる手前が一番いいと。ダメになるまでやり続けてちょっと戻ってここでやる。オートバイとかうどんだけじゃなくて全てに関して一緒だと思うんだけどね、やり方。これは味噌煮込み用、塩が入ってない味噌煮込み用のもの。こっちは 140g で1人分にしてるんですね。でこれが1人分。これは結構です。日曜日特に入れるかな。1回食べるとみんなまた注文する。ちょっとそばってボロっとした感じがあるじゃん。ああいう感じを出したいんで、ちょっと密なボロっとした感じに仕上げたい。多分これはね、あんまりやってるところはないと思うんで、これはオリジナル麺なんで、うちの。今さ、うちで夏メニューで出してるんだけど、そばの作り方なんだね。寝かさずにバーッと混ぜて、
塩も入れるんです小麦100でそば0で作ったらどうなるんだろうと思って作って食べてみたらすごい美味しかったんでちょっとそばっぽいしさらしなにしたり。色がすごい綺麗でクリーム色っていうか黄色でこれをね今日は10枚70人分ぐらい。天丼のタレです。自家製です。これはね今日は作らない。だいたい1日おきぐらい。最初に1升半ぐらい足りないと炊き直すこともあります。農家さんから買うと 100% そこで作ってるのを買えるんで農家さんへ行って買ってます米を。はい。
冷たいのはざるうどんと冷やかけとコロってうちは出してるんだ。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。エビ冷やかけ、いなり冷やかけです。ごちそうさんでした。ありがとうございました。卵入りで。卵入りの定食ですね。はーい。うどんって卵鍋って。
何定食。何定食からありがとうございます。よく来られるんですか？初めて来ました。あ、そうですか。前から気になってて、結構味が濃いめでしっかりしてて美味しいです。はい。丼定食冷やかけお出ししますね。エビ天おろし。エビ天おろしお二つでかしこまりました。よく来られるんですか？いや、ここ初めて。そうなんですたまたま通って。どうですか、お味の方は？美味しいですよ。卵と大事なこれ鶏南蛮。はい、どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞ。はい。ありがとうございます。うどんの方お出ししますね。あ、豚
どうもありがとうございます。ね、一日で、なんかどうって言われたけど、まあ、どう関係ないのさ。風呂屋って、風呂屋じゃない、トイレない、トイレ、ああ、トイレ。で、突然、いや、離れてやってるからって、今、さっき怒られた。ちょっと変わったものし、トリナマトリナマはい。はい、いらっしゃい。それは絶対だし。どうぞ。おお、ね、俺ネギ好きじゃんね。はい、お願いします。どうぞ。いなり定食の冷やかけをお出ししますね。はい、どうぞ。冷やかけ最初は薬味のネギを入れずにまずそのまま召し上がってください。そう煮込みが出たね。結構出てるね今日ね。この味噌煮込みを、はい、お願いします。美味しいです。すごいつるっと。この天ぷらがすごい美味しいです。タレが。はい、はい、こちらができました。はい。ありがとうございます。いなりからお出ししますね。どうぞ。お待たせしました。お出ししますね。どうぞ。
ちょうどいいコシと、この時期には最高ですよ。はい。はい、ねで冷やかけお待たせしてすみません。いらっしゃいませ。いなり定食冷やかけの方をお出ししますね。あ、冷やかけ。はい、冷やかけこちらすいません。どうぞ。はい。いなり定食あったかいのお出しします。かき揚げ冷やかけお出しします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、こちらもお出しします。ありがとうございます。すみません、お会いそうですか。はい、じゃあいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。まず50円と。はい、ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。オロチ大ね。はい、お時間あんまり。はい、手の席どうぞ。お二つと。はい、このエビ天王子の大根おろしがないのが天ぷらになります。それで、はい、いいよ。ではイカの天ぷらをお付けして。
りがとうございます。ケンコロね。ケンコロです。どうぞ。いただきます。エビ天おろしね。あ、はい。はい、お待たせしてすみません。どうぞ。イカはい。のせ。はい。はい、お待たせしました。こちらはプラスイカ天でどうぞ。モリモリになっちゃったな。本当美味しいですよ。ここはよく来られる。初です。私は来たことがあって。今回何を頼まれたんですか。エビおろしです。天ころ。僕はエビおろしにイカプラスです。知りたがりで。美味しい。本当美味しいでしょ。はいよ。ちょこちょこ。はい。いつも美味しくいただいてますけど、やっぱり夏はこの冷やしのおうどんが特にまたさっぱり美味しいです。はいよ。エビの天ぷら定食それだけですね。どうぞお気をつけど。最初は薬味の出来ですね。まずそのまま召し上がってみてください。はい、かき揚げの定食宮崎、こちらは青森でお出ししますね。うどんって2つ、うどんって冷やかけ1つ、全部ご飯少なめです。
ありがとうございます。失礼しました。ではいいですか、前をお通ししますね。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。どうぞ。はい。毎週来てますすごい美味しいのはもちろんですし、お出汁とか麺とか天ぷらの衣に至る細かいところまですごくもう常に美味しさを追求して熱心に研究されていて、来るたびになんか美味しいを更新してるなって思ってます。ありがとうございます。そわそわしました。そうですね。プロでやってる方が結構取ってほしいっていうのが。これでやってるのが瀬戸丸さん。瀬戸丸さんと神戸の皆さん。はい。こちらからですね。はい。だるね。まあ名前は讃岐ですけど、自分の作りたいうどんを出す。硬い感じをコシって言われるんですけど、私の考えるコシっていうのは硬さじゃないんですね。ふわっとした柔らかさの中に最後に感じる歯ごたえ、ギュッという、そういうものを作ってます。